おはようございます。おはようございます。やばいね、回してんね。よろしくお願いします。もう今日からね、ちょっと今本当はもう上行って寿司とか食ってたかったんだけど、そうですね行く前にウェブ記事だけ絶対に上げとけって言われて逃れられずにここで書いております。じゃあもうちょっと書き終わったら書き終わったらちょっとこうチェックインしてちょっとこう寿司屋持ってね。今日はだからいつもあれだよね、海外の時はこの橋本 AD がよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はだからですよ、どこに行くかっていうとテネシーです。おお、まあそうですね、そうジャック・ダニエルの蒸留所を取材しつつ、テネシーってこういう街ですよ、州ですよっていうのでメンフィスとかあとナッシュビルも回るというツアーなんだけど、革ジャンウォーキング in テネシーとかだとあまりにも味気ないのでちょっと今回はね新しい企画を考えたんですよ。はい。見てこれピンピンでしょ革ジャン。お、本当だ。ででかいんですこれ、ちょっと大きめ、42、ね、これを着て昨日ねゲットしたんですよこれ。昨日ゲットした。昨日ゲットした。だからまだ全然揉み込んでもない。それをピンピンの状態だ。そうピンピンの革ジャンは1回の海外出張でどこまで味が出るのかという企画でございます。ちょっと楽しみですね。そうなんでしょ。ね、だからこの革ジャンをゲットした経緯は、この後にします。昨日取ってきたねふらっとこう差し込んでいただいてですよ、そういう感じで見てもらってちょっと味出そうかなと、思ってる、なんでとりあえず橋本 AD も来たばっかで申し訳ねえんだけどちょっとステイそこで俺まだ原稿書いていいから待ってきます。じゃあよろしくお願いします。よろしく。どうも。お疲れ様でした。待ってんの？待ってます。お疲れ様です。長旅でしたね。長かったな。トランジット5時間の10時間だから17時間ぐらい。そうですね。日本を離れて17時間ぶりのタバコ。じゃあトランジットぶりか。いやーでも17時間機内でずっとフロント。ちょっとでもなんかエイジングしてるんじゃないですか。若干柔らかくな。本当に脱がずに窮屈な中頑張ってきたからすごいなと思って。やっぱりでもねメンフィス2回目なんだけどあったかいって聞いてたけど思いのほか寒いな。革ジャンがちょうどいいんだよ。そうですね。なんでねちょっと明日からはいろいろと取材しようかな。あちらしながら、よろしくお願いします。もう今日は10時過ぎだからね。そうですね。もう10時です。今コーディネーターの方にも缶ビール買っといてもらってホテルで飲んで、明日のためにちょっと休んで、そうそんな感じなんで明日からまた頑張りましょう。頑張りますお願いします。おはよおはようございます。うございます。アメリカ1日目1日目ですね、実質。実質な。昨日夜中着いたから。俺さ今回テネシー取材、ね、ジャック・ダニエル行くんだけどここさウエストメンフィスっていう場所なんだけど、実はアーカンソーだったっていうね。そうですね。川を渡ったらアーカンソー、私初アーカンソーでございます見てなんもないすごい。今ホテルの裏なんだけど今日はちょっとねメンフィスの街の取材なんだけど、この革ジャンね徐々に味は出てきたと自分では思ってるけど、さっきクローゼットの中で見たらやっぱりピンピンでしたね。でこのポイントはですよ、
俺いつも全部これ開けんの。ああ、なるほどですね。ポケットの部分。ポケット開けて、こっちには予備のタバコ、でこっちにはパスポートとか入れて、でここにホテルの鍵を入れる、でそういう風にポケットを自然に使うと味が出てくるわけ、なんでね、ちょっと今日はこれでいろいろ味出そうかなと。橋本 AD 後ろから人が来てます。ありがとうございます。はい。今日は何するんですか？今日はちょっと街取材ですね。それこそメンフィスの街取材。メンフィスの街取材。メンフィスっていうのはエルビス・プレスリーの聖地だったり、まあ音楽ね、まあジャック・ダニエルっていうのはリンチバーグっていうところで生まれるんだけど、まあそのテネシー州が育んだものじゃない。だからやっぱ音楽と酒っていうねテーマで、まああと飯。なんでね、ちょっと今日も取材しながら革ジャンの味を出しながら頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。俺さ、ぶっちゃけ音楽詳しくないんだけど、やっぱりメンフィス来たらね、ここに来なきゃダメでしょっていうのがここですよ、サンスタジオ。まあロックンロール生誕の地、まあエルビスがこうレコーディングしたり、まあ結構著名なねジョニー・キャッシュがこうレコーディングしたりっていうちょっと有名なとこなんで、せっかくだからね、ちょっとこっちに来たらちょっとこう紹介しようかなと思うんでね、ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょう。ここねミュージアムになってんだよ、だからツアーとかもあって結構ここ来たらまずちょっと行ったら面白いと思います。ちょっと中入ってみようか。いやもうなんかロックの殿堂って感じするよね。そうっすね、すごいっすね。俺ね全然詳しくないんだけど見てるだけでやっぱ面白いですよ、でここがね WHBQ だけどこのラジオスタジオでエルビスの曲を流して、もうそれがもうハプニングしたぐらいのね、若者にっていう、その実際にここからラジオやったっていう。実際のなんですね。そういうのが残ってんのよここら辺ね。まあ詳しくはねメンフィス来た時に行ってもらうとして、そうですね、こういう感じの本当にロックンロール好きだったらねたまんない場所になってる、今だからツアーの合間に特別に撮影させてもらってるっていう。そうですね。そうなんでね、本当にちょっと感慨深い、なんか音楽の街に来たんだなっていう感じ、なんですよ。次ね1階がスタジオになってるんで、ちょっとそこも覗いてみようかなと思います。はい。ここがさスタジオですよ。実際にエルビスとかがレコーディングした実際に使われた実際に使ったスタジオがまだ残ってるの。ほらこういう歴史的な写真もねあったり、だけど今でもここスタジオとして使ってんだって、だから昼間はこうツアーとかあるんだけど、まあ、夜は本当にスタジオで使ってたりして、 U2 とかデフレパードとかね、もうここで、ね、ポール・サイモンとかもレコーディングしたことがある。すごくない？すごい迫力ありますね。やっぱり迫力あるよねやっぱり。そう結構ね、もうロックンロールがここで生まれたんだなみたいな、もう本当にちょっと感慨深い感じなんだね。すごいな。これもっと詳しかったらもっと面白いのにな。そうですね。そうだからちょっとね俺ここを見て昔の音楽を掘ってみようかなと。いや思いました。やっぱりロックンロールと革ジャンとかさレザーってやっぱ相性いいから、ちょっとそういうのもねこれからもう氷川のレザーチャンネルでちょいちょい入れられるぐらいの、俺今まで長渕の話しかしてねえから音楽って言ったらそうなんです。なんでこれからちょっとエルビスとロックンロールをね、あとブルースです、そういうのもねちょっと入れてみようかなと思います。来たね。来ましたね。ビールストリートっていうんだけど、もうここブルースとかのさライブハウスみたいな、まあライブ聴きながら飯が食える場所が多いのよ。すごいよね。すごいですね。昼間もさここ撮影に来たけど途端にうるせえな。全然違いますね。全然違うよね本当に。だけど綺麗よね。綺麗ですね。ネオンが光ってて本当に。なんかほらエルビスとかのさスタジオ行ったけどやっぱブルースだな。そうですね。聞こえてくる音楽が全部ブルースだもん。いやーちょっと腹も減ってきたしビールも飲みてえからよ。そうですね。ちょっとどっか行きてえなと思うんだけど、
あそこ見て、映るかな、 BB キング。ちょっと奥だけど、あそこに来てえなと。おお、やっぱり BB キングのね本拠地なわけよ、メンフィス。ただやっぱりミーハーと言われてもいいですよ僕は。ミーハーと言われてもやっぱあそこで酒と料理を楽しみたい。せっかくなんでね。せっかくなんでな。なんでちょっとね行ってみようかなと思うんだけど、隣に BB キングカンパニーストアっていう、これはもう BB キングのお土産物屋さんですか。本当だ。ここらへん、もうあるんでね、ちょっといいかな、この BB キングブルースクラブに行ってみようかな思います。行っちゃいましょう。テネシー2日目2日目ですね。2日目メンフィスから移動してきたナッシュビルに車で4時間ぐらい、そうですね。かけて、で昨日の夜ね、メンフィスでじゃあ BB キングのこのカフェバー行くぜで終わってるでしょ。そうですね。その続きは紙面見て。そうですね。ごめん、お酒と音楽で音楽がガンガンだったので撮れませんでした。すいません。なんで今日はナッシュビルなんですよ。ナッシュビルも、ロックの聖地です。音楽の聖地かな。で俺どうしても行きたいとこがあったわけ。そこに来ちゃった。ここがギブソンガレージ。それここはもうショップだったりギブソンの世界観が分かる、ミュージアムなんだけど、そこに来るね。なんだよその海外出張で革ジャンどれだけ味が出んのかって言っといて、お前なんか音楽散歩してんじゃねえかと思われるかもしれない。違うんだよ。もう車の4時間もここね、今日あったかいんだよな。あったかいっすね。T シャツでいいんですよ。それなのにフロント閉めてやってるってね。そうですね。そうでしょ。すっげえ頑張ってんだから。俺結構暑いですね。でしょ。ちょっと見てここらへん、ほらこういう茶の写真も出てきてたり。すごい、ちょっと味出てきてるもん。そうなんですよ。本当に開けてないから俺。すごい。ずっと着続けてんでね。だからエイジングに近道なし。とにかく着続けるしかないんだよ、革ジャン2のはね。だからテネシーで俺がどれだけ着続けたのかというこのドキュメントをね、ドキュメンタリーを皆さんにねお付き合いいただくということなんで、ちょっとね今からすいません、私ギブソンの世界にね下に行ってまいりますんで、行きましょう。行きましょうか。はい、行っちゃいましょう。おい。アメリカ3日目。おはようございます。ナッシュビルから車で2時間だな。そうですね。もうこれがね今回の取材のメイン、ジャック・ダニエルの取材に来てんのよ。で今リンチバーグっていう本当の田舎町ね。田舎ですね。本当の田舎町に来てんので、蒸留所をねこの後撮影させてもらうんだけど、これ見て、お土産物屋さんだったりね、すごいのがさ、ちょっと行ってみようか。行ってみましょう。本当この一帯だけですよね。そうなのよ。こう歩いてんじゃん。ここら辺もね、これお土産物屋で、なぜかリンチバーグ、ハーレー・ダビッドソン。本当だ。なんとなくレザーショップとかもなんかあるんだよね。多分でも俺を満足させるレザーがあるのかな。確かに。でここがタウンホールですね。だからこのタウンホールを中心に一周ぐるっと回ってるわけ。道がねあんのよ。で今日ね晴れてんのよ。雨予報だったのに。気持ちいいですね。むちゃくちゃ暑いんですよ俺。確かに。革ジャンをね、またフロント。ただどんな味が出てんで、ちょっとそれはね後ほどゆっくりと革ジャンの味を見せようかなと思うんだけど、でここら辺もねカウボーイジャックとかさ、いるのよ、ジャック・ダニエルさんがいろいろ。本当だ。だからさっき一番最初のオープニングのとこが
ね、俺がさっき立ってたところがオフィシャルなんだけどアンオフィシャルオフィシャルだけど案外こういうところにブートの面白いものがあったりするから。確かにそうですね。そうなのよ。っていうかでもジャック・ダニエルに支えられてる街、っていうかジャック・ダニエルを取ったら何も残らない街そんな感じかもしれないなんかねここってドライカウンティっていう風に言われてて、はい、酒も作ってて酒飲めるんだけど酒売ってねえんだって。そうなんですか。それはなんでかわからないけど売ってるというかバーとかには飲めると思うよ。はいはいはい。多分酒屋がないってことなんですかね。確かにパッと見た感じないですね。そうでいろいろと食い物屋があってもう一周、でそこで終わりです。早い素敵な街でしょ。素敵ですね。空気も綺麗だし。そう本当に田舎でちっちゃい町なんだけどなんか素朴でねいいかな。だけどやっぱりもうジャック・ダニエルっていうのは世界的ブランドだからそれめがけていろんなファンが訪れる街っていう感じなんでね。ちょっとこの後蒸留所はちょっと撮影できないんでそうですね、あれですけどちょっと後でまたお土産物屋入ってみましょうか。入ってねいろいろとすっげえ面白いもんあったから。じゃあ後ほどやめましょう。行きましょう。いや今さ蒸留所の取材を終えました。疲れたな。楽しかったですけどね。すげえ楽しかったけどな、試飲で全種類のジャック飲ませてもらえたもんな。本当ですね。いやその後今日はねちょっとこのお土産物屋さんをちょっとこれから撮影しようかなと思うんで、ちょっとね本当に暑いからごめん俺前は閉めろっつったけど開けたこれでも暑い。結構暑いですね。結構暑いなんでだけどこうするとどんどんね育ってっからな、ちょっと今日の夜にはその途中経過を見せようかなと思ってんで、そうですね、ちょっとここも母ちゃんに乗り切ろうかなと思ってるんでね。じゃあちょっと取材交渉からなんでそこは映さなくていいんでね、よろしくお願いします。行きましょう。いやこの中結構面白くてさ面白いですね。T シャツとかなキーホルダーとかよなんかマグカップとかっていうのはもう想定の範囲内じゃん、樽ってっからすごいですね。これ実際に、新品もあるし、なんか使い込んだやつもあったりするけどジャックの使ってたね樽185ドルなんかさ思いのが安いんじゃねえかって。本当ですね。するよね。だからさこれ見てこういう風にテーブルにしたりっていうアイデアもいいしこれねこれバラして椅子として売ってんのこれ。うわめっちゃいいじゃないですかこれ。そうでさ樽だからこういう風にさ曲面になってんじゃん。だから座面がさすげえいいのよ。本当だ。これさ裏黒く塗ったんじゃなくてジャック・ダニエルの樽の裏ってね焼いてんのよ。で焼いて黒くして、でそれでお酒の色がついてんだな。これによってだからそれをそのまま生かしてる。だからこれなんかもうワンチャン用ですよ。面白い小型犬ですけどね。小型犬だけどなんかワンチャン用のこういうなんつうのゲージっていうの、もう売ってる。ちょっと上行ってみよう。ここでかいんだよ。でかいっすね。ここら辺はねジャックってさやっぱかっこいいから、こういう T シャツもかっこいいじゃん。いっぱいある。かっこいいっすね。かっこいいよね。ただこれって日本でも買えるっちゃ買えるじゃん。確かによく見ますもんね。よく見るじゃん。だからここはスルーですここはもうね小物ゾーンなんだけどグラスとかさ本当だ売ってんだけどここもスルーだな。これね2階が面白かったんだよ。そうこれもさほら全部そういうのを利用してる椅子とかおしゃれでこれもテーブルじゃない。かっこいいっすね。かっこいいのよ。で俺がさなんていうの樽関係ねえんだけどこのジャック・ダニエルのさチェスセット
おほほほほほ、ね、これ開けるとさこう入るんだけどいろいろとこれね、まあ、だから何っていうわけじゃないけどなんか置物として可愛くない？めっちゃ可愛い。そうだからダーツとかビリヤード、本当だ。まあカードもあるけどこれなんかメイドイン USA だぜプレイングカード。いいですね。そうでここら辺はさ結構アメリカではメジャーで、まあ、日本でも知ってる人多いと思うんだけどジャック・ダニエルのバーベキューソースねとかこのシーズニングとかねこのラブだよねもうとにかく振りかけるアメリカ人そうじゃん、はいはい、ワイルドにね。その辺も全部揃ってる。すごい数。この辺ね面白いなと思うし、なんていうのこの1個ジャック・ダニエルっていうだけでさここまで商品点数あるんだと思わない？そうですね、このでかさの2フロアでしかも。そうそれで俺いいなと思ったのこれね。何ですかこれ？あ、いいっすね。これそうだけどさこうなってんだけどちゃんとここがさ水平になるようになってんのよ。わかる？本当だ。こうなんないんだよね。うわうまいこと作られてるんですね、でほら見てこれ裏黒いでしょほら。おほほほ、本当だ。本当樽を丸々そうこれはねなかなかちょっといいかなと。いいですね。かっこいいなと思って。やっぱだから樽を使ったもの、はい、ちょっと買っていこうかなとか。いいっすね、お土産にね。たださなんかロゴ入れただけってのは悲しすぎる間違いないです。そうだけどこのジャック・ダニエルなんかセーター可愛いなと俺セーター着ねえけど。本当だ。冬仕様。そうなのよ。ちょっといろいろとね、まあ、なかなかねテネシー州それもリンチバーグっていう街に来ることないと思うんだけど、そうですね、もし来たら絶対に寄ってもらいたい。建物も古いし、いや来てほしいですね。本当面白いからね。楽しかった。いやなんでちょっとさこれみんなねカメラ止まったらこいつ革ジャン脱いでんじゃねえかって思われるかもしれない絶対脱いでねえからねまあ今日の夜ねエイジング具合をちょっとエイジング具合の途中経過をねそうですね、ちょっと見てみましょう、見てみようぜ。ちょうどだな。おはようございます。今日もお疲れ様でした。どうぞ。ちょっとピンマイクだけじゃつけてもらおうかな。はい、ありがとうございます。いやお疲れ様お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。汚い方映さなくていいからねこれで、今日ちょうどジャック・ダニエルを撮影した、そうですね。ねで明日一日、ナッシュビルの街をぶらつき、で明後日帰国と。そうですね。だから帰国って2文字だけど漢字で、また17時間ぐらいですか。そうっすね。そうそれも着るね。だけど今までなんか今回のモヒカン風のレザーチャンネルなんか革ジャンの味出すとかっつって、なんかこうテネシーの街案内になってんじゃねえかと思われてるかもしれないね。違うんだよ。もう本当にずっとお前も知ってると思うけど橋本 AD も、ね、みんなが T シャツの中汗だくになって俺これを着てましたよ。いや本当そうですね。そう本当そうだろ、結構暑かったですからね。すげえ暑かったんですよ、すげえ暑かった。今日もさリンチバーグっていうね、ジャック・ダニエルの街雨降るって思ってたのにこっちナッシュビル土砂降りでしたね。なんだけど車で2時間移動したらカラッと晴れてた、で暑くてねみんな T シャツになってんだけど頑張りました、ね、蒸留所でも脱がなかった、ね、じゃあどんくらい味出たのかちょっと見てみようかと。ちょっと気になりますね。ねちょっと脱ぎますよ、ちょっといいこれ外すよ。ちょっとごめんねちょっと声遠くなるかもしれないです。ここ行くかこう明るいから。そうですね、わかりやすいですね。ワイルドわでも全然違いますね。ちょっとマイクつけるよ。すみません。どう？いいっす
ね。全然やっぱ羽田空港で見た時よりもめちゃくちゃ味出てますね。こことかな、すごい。ここも擦れちゃってよ。わかるかも。これね、反射するとここ若干出てきてますね。茶の茶芯ね、これ擦れちゃってな。本当だ。あとこういうとこおほほほほで、これは自分で揉んでる。ここもね、こういう風にギューって本当だ。揉んで、あと俺はこっちにパスポート、そのポケットに入れて、でこっちに予備のタバコで、ここにホテルのカードキー入れてたのよ。ポケットをあえて使うようにね。そうだけど、こういうとこまだピンピンじゃん。そうですね。だからこれをこうやると、だんだん出てくる。もうすぐには出ないんだけどっていう、日頃の揉み具合で揉み具合で味が出てくると。これね、前は出るけど後ろ玉出ないんだよね。でもこういう風に、わかるかな。でも全然違いますね。ずっと車に座ってるからな。本当だ。だから着続ければなんとなく様になってきてるよね。いや、なってきてますね。こことか、ここすごいっすね。やっぱ使ってるから。へえ、こんなに変わるんだ。そうなんですよ。これがね、明日の一日の街ぶらと明後日の飛行機、17時間どこまで育つのか、これ本当にやらせなしだからね。そうですね。すっげえ頑張ったの。だって変わってねえじゃねえかよって言われるのが尺だから、正直変えてやろうと思って一生懸命来ましたよ。そうね、ここら辺とかもガーッと入ってんのね。わかるかな、こういう。本当だ。入ってますね。そうもう撮影の時とか、意識しないでこうやるじゃない、だからそういうのがいいのかもしれないよね。なるほどっすね。もう撮影の時って味出そうとかって思わないで、これ撮影できないとやべえとか、もうどんどんこう撮影しなきゃいけないもんって出てくるんだよ。特に蒸留所とかだと。そうですね。結構5万円です。いい感じですね。案外味出ましたね、という。これね。いいですね。ちゃんと出てる？角度的に大丈夫？大丈夫です。いい感じです。本当だ。すごいですわ。ね。なんであと2日か。そうですね。頑張って着込んで最終結果を羽田空港で皆さんにお見せしようかなと思います。もう今日はね疲れたんでビール飲んで寝ようかなと。さっきもビール飲んだんだけどな、飯食いながら晩酌してね。晩酌してお楽しみにということで。そうですね。はい。いや本当橋本英二も今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうありございまがとうございました。お疲れです。お疲れ様です。じゃあまた明日。おい。ついにアメリカ最終日だな。早いですね。早いな。昨日ちょっとねジャック・ダニエル取れてちょっと一安心ではあるんだけども、最終日雨も止んで、せっかくだったらということで今日一日ヴィンテージショップ巡り。ね、ナッシュビルにもさあるんだよな。そうですね。意外と調べたらありそうですね。そう、意外と調べたら古着屋さんとか、こういうアンティークモールとかそういうのもあるから、ちょっとそういうのを見ながらね、最後の母ちゃんの仕上げに入ろうかなといいっすね。思ってんのよ。なんでちょっといろいろとね今日はねそういうところを回りながら、皆さんにもちょっとアメリカ気分味わってもらえたらいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。おい、よろしく。やっぱさ、こうアンティークモール来るとさ、ブースでいろいろとさこうそれぞれの個人が出してるわけじゃん。そうですね。その人もさ会ったことないけど
生き様わかるよな例えばこの人見て、ザ・リバー、ブルース・スプリングスティーン、本当だね。だからなんかね、とかジャニス・ジョプリンとかだろ。好きなんやろうな。ああ、俺と趣味が合ったことないけど、とかね、この人も革ジャン多いし、だけどなぜか知んないけどレディースも多いから、もしかしてご夫婦で出してるのかもしれないしね。そうですね。だからそういうような思いを馳せるっていうのもこういうアンティークモールのさ面白いとこじゃん。ライトニングは結構取材に来ると絶対にどんな街でもあるんで、絶対に来るようにしてる。橋本英二も結構行ったろ。そうですね。そうだろ。なんでここはさ、やっぱナッシュビルって音楽の街だから、音楽系が多い。だってこんなの売ってんだって。いつの時代のステレオよってでも結構いいもんだぜ。グラフィックエコライザーがこういう風にあってさ、かっこいいですね。かっこいいじゃん。とかさ、こういうレコードだから音楽好きなんかはさ、いいんじゃねえかなって。結構安く売ってんじゃねえかな。どんな人が持ってたんだよ。結構多いっすね。こうやっぱりここまで音楽系のやつが多いのはナッシュビルならではなんじゃねえか。ああ、でも確かにあんまりこんなにレコードがっつりあるとか。そう、こういうオーディオ機器も含めてね、ここも。で上なんかもずっとロックティーとかさあるじゃん。ねえ、これはだからやっぱ地域性出るんだよな。なるほど。これもうギターしかねえよ。うわ、すげえ、本当だ。面白いな。だからいろんな街で行くと、で昔さ、ハーシーっていうね、ペンシルバニアの街に行ったわけ。チョコレートのハーシー、ね、アンティークモールはハーシーグッズしかなかったもん、ほぼ。ヴィンテージとかね。それ面白いのよ。だからそういうとこで働いてて、あ、ここミリタリー見て、あ、本当だ。ここちょっとグッとくるよな。いいですね。なんかそういう楽しみ方もあるんでね、ちょっと面白いんじゃないかなと。面白いな、やっぱアンティークモール。暑いあそこのエアストリームの壁ってビールでも売ってねえかなちょっとかっこいい店見つけたからさ。本当ですね。ちょっと行ってみようぜ。建物かっこいいよね、これ。かっこいいですね。ここさ、革ジャンが多いよな。多いですね。多いんだよ。かっこいいな、やっぱいいよね、なんかこのやれ具合。大でさ、いろいろこう見てみるとさ、これなんかバンソンじゃね。どうですかこれ。まあね、バンソン。これいいな。ちょっとでけえかなと思うけど、もうでかいのをダブっと古着だったらもうこなれてっからな。これピンピンだとこうでかくなっちゃうけど、結構いろいろあるんだよ。なんか気になるのありました？他にバンソンもあるし、ミリタリーも多いんだけど、本当だ。やっぱウッドランドってなかなか着にくいからよそうですね。ガチ系になるっていうかさどうしたみたいな感じもいいんだよ、悪くないんだよ。俺物として好きなんだけど、なかなかな。だけど多いよね。結構多いですね、ミリタリーも。結構多い。でエンジニアもさ、だって今まで見てきた店ってウエスタンばっかじゃん。そうですね。エンジニアがある。これ多分ハーレーだと思うんだけど、HD って書いてハーレーなのかな。まあいわゆる本当エンジニアっすね。とかこういうリングブーツみたいなのもあったり、結構いいですよ。でこれも革ジャンですからね。あ、本当だ。あ、革ジャン多いっすね。革ジャン多いんだよ。まあいろいろね、T シャツとかスウェットとかも結構多いけど、ここいいなと思って。いいよね。嬉しい。俺好み。ようやくさ、モヒカンワガのレザーチャンネルっぽくなってない本当ですね。そうだよ。ほらもうレザー見て、もうジャック・ダニエルなんかもうさ、もはやさ液体だからね。やっとレザーの。やっとレザーですよついによかったよ、ね。古着屋さん行ってもなんかミュージック系の古着屋多かったですもんね。多かったね。やっぱり土地柄だろうね。こういや俺がさ、ちょっとカメラ回す前に見てさ、普通にいいなと思ったのがこのさショットのレザーベストです。お、いいですね。シンプルなやつ75ドル。サイズ L。 これどうなんですか？古いんですか？いやそんな古いです。古くないですね。だけど俺夏場なんかもうレザーベストばっかじゃん。確かに。だからこういうのいいかななんて思ってな。これからの時期に持ってこいですね。そう、これからの時期に持ってこい。うわ、なんかさ、ちょっとこっからわーって見てみて、ほら並んでる様。
このさ、ちなみにさ、革ジャンの上も全部ブーツなんだぜあれ。本当だ。結構並んでますね。結構並んでんじゃん。いやちょっと良かったね。ようやくレザーチャンネルらしいことができました、ね、もうなんか俺が革ジャンの味出すとかでさ、お茶を濁してましたけどやっとですね、たどり着けましたね。たどり着けたねちょっとね、いろいろ楽しんでみようかなと。カメラを止めた後もどう着てみました。いいっすね。カメラ止まった後に、いわゆる普通のレザーベストです。サイズちょうどいいんじゃないですか。サイズちょうどっすよね。いいね。あり。さあどうなの、買うか買わないかは買うか買わないかはこの後の楽しみ買っちゃった。買っちゃいましたね。買った。だって暑いんだもん。暑いっすね。暑い。だからちょっとの間はレザーベストいいかな、これちょっと小休止ってこと。そうですね。ほんまに暑いんで。本当に暑いからちょっと買っちゃいましたんで最高です。なんかさ、こっちの古着屋さんっていうか、このなんていうの、ウォールアートっていうの壁やばいな。すごいっすよね。すごくない？これどでかいどでかいのよ。でミュージックシティヴィンテージね、ミュージックシティだから。そうですね。これもさ、今まで紹介してきたお店って本当にキュッとしたところに密集してんのよ、ね。だからさ、こんな場所ってさ、俺世界中でも高円寺しか知らないからちょっとね見に行こうかなと思うんだけどね。ちょっといいね。ちょっとおしゃれな感じですね。見て、スニーカー。これ橋本入りこういうの好きだろ。好きっすね。だけどごめん、俺全然好きじゃないからいいじゃないですかいいよな。いい。ちょっと見てくんない？やばいよ。待って、ここにもいる。うわすごい。ほら、断然革靴はライトニングクラッチ。ライトニングすごくない？嬉しくない？だってまだライトニングあるよ。本当だ。ほら、バックナンバー。うわー、すげえ。ちょっと来てよかったな。広がってますね。ナッシュビルでライトニングに出会えるなんて本当ですね。思いもしなかったですね。まさかナッシュビルでクラッチの表紙を飾る松浦さんに出会えるなんて本当だっていう感じなんでね。いや面白いね。ちょっと見てね見ようか。なかなかね、ちょっと今度スポーティーなラインナップだね。ここはね、レザー小川さん色ではないかもしれないですね。俺用ではないけども、ちょっとゆっくり見てみようかなと思うんでね。ちょっと店内の映像だけバーッと見せてあげて。そうですね。見てみましょう。おい、ここにもある。ゆるい古い。いっぱい飾ってくれてるな。ねえここにもある。本当だライトニングだらけじゃないですか。なんかライトニングがいっぱいある。嬉しいぜ。いいっすね。うわー、いい店だね。ちょっとそのレザーのラインナップはないけど、がぜん俺この店の大ファン。ちょっと興奮しますね。興奮しますいや、着いたな。お疲れ様でした。疲れたね。疲れましたね。シカゴまでがナッシュビルシカゴが2時間で3時間トランジットで13時間、で羽田ね。もうずっとさ、俺来てたんだよ。これもう20時間です来て、ホテルから考えると結構味出てるんじゃないですか。味出たんじゃない？これちょっと結果発表です。そうですね。結果発表できました。ちょっと脱ぐよ。ちょっとここら辺見て。ほら、こことかさ、ってうわ、すごい。めっちゃ味出てますね。でずっと閉めてたからよ。機内食きつかったすごいいい感じ。そんな出るんや、1週間。ちょっと脱いでみようか。いや、脱ぐのね嬉しいです脱ぎたくてしょうがなかったんだよ。よいしょ。
ちょっと待ってよ。じゃあ5秒。おおすげえ。どう？それぐらい話してもらって。こっからちゃんと映してみて。前上からな。すごいすごいすごい。全然違う。全然違うね。へえ、こんなに味が出るんだ。すごいっすね。すごいよね。でさ、腕はよく出るんだけど、やっぱ見頃だよね。うん。まあでも全然ピンピンの時に比べたらもう様になってません？もうピンピンとは言わせない。言えないですね、これは。まあだから1週間本当に着続けたら味は出るんだな。そうですね。だから本当に朝から晩まで来てたからまあ撮影だったからね。いやすごい。これはすごい。ここら辺な。全然違う。やりましたよ。もう一回じゃあ最後着ようか。ちょっと待ってね。この味ということで結論検証結果1週間の海外出張で結構ピンピンからは出すことができる。そうですね、ということが分かりました。いやだからね、今回のテネシーの取材内容に関してはライトニングのね、5月売り7月号、をちょっと見ていただくとして、こっちはまたこうね、この革ジャンがどこまで味出るかっていうのは紙面ではやってないんでそうここでちょっと見ていただければと思います。いや疲れました。これからちょっとね、一杯こう出汁の効いたものを食いながら、そうですね、日本っぽいものを食べてちょっと日本酒でも飲もうかなと思うんで、これからちょっと行こうかなと思います。いやありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れでした。ありがとうございます。じゃあね、今日の動画はこの辺でということで、またお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録、高評価ボタンよろしく頼むぜ。せい